ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。ねえ、マリサ。なんだ？ロレックス表参道店の事前来店予約にも、デートナ GMT 枠ができたのよね。1月6日のリクエスト分から枠ができてたぞ。制限ルールも変わったし、購入難易度も上がる一方ね。抽選当たっても希望モデルが提案されるとは限らないしな。金額を提案されても予算オーバーの人もいるわよね。SS モデル希望の人には厳しいんじゃないかな。値上げして、追い触れでも500万円オーバーだもんね。それでも並行店で購入するよりは安いからな。ほんと、デートナの人気はすごいわね。今日はそんなデートナの話をするぞ。それは面白そうね。今回は現行モデルじゃなく廃盤モデルの話だけどな。古いデートナの話なんて面白いのかしら？現行モデルが好きな人には微妙かもしれないけど、過去モデルから続く歴史を知って損はないと思うぜ。そうなのかしら？それにリファレンス16520、エルプリデートナは憧れだぜ。前にそんな話をしてたわね。前からやりたかった企画だな。再生数が伸びなかったら、最初で最後の企画になるわね。なんでプレッシャーになることを言うんだ？追い込まれた方が頑張るでしょ。頑張って解説していくぜ。この番組は、時計の小話の提供でお送りいたします。チャンネルに少しでも興味を持ってくれた人がいましたら、動画作成の励みになるので、チャンネル登録をお願いします。ゆっくりしていってね。コスモグラフデートナ、リファレンス16520の製造期間は、1988年から2000年までの約11年間製造されてたぜ。デートナも歴史があるモデルなのね。第3世代までが手巻きキャリバーだったから、第4世代で自動巻きキャリバーが搭載されて、大幅な変更があった歴史的モデルでもあるんだ。色塗りしてある項目が、1世代前との変更点ね。第4世代での変更点が他の世代より多いことがわかるだろ。その中でも自動巻きになったことが一番大きな変更点ね。キャリバー4030、ロレックスが独自に改良した、ゼニス社のエルプリメロを搭載しているんだ。ロレックスが独自開発したムーブメントじゃないのね。エルプリメロは、クロノグラフムーブメントの、世界最高傑作と呼ばれているんだぜ。すごいムーブメントなのね。エルプリメロキャリバー400をモディファイして、ロレックスの哲学を詰め込んだキャリバー4030を完成させたぜ。何が違うの？一番大きな変更点は、毎時36000振動という超ハイビートを、毎時28800振動の一般的なハイビートにまで引き下げて、耐久性を重視した設計に変更されたことだな。ロレックスは丈夫なイメージがあるもんね。あと、キャリバー400にはデート機能が搭載されているけど、キャリバー4030にはデートナの伝統的なスタイルに合わせて、デート表示は取り外されているぜ。言われてみれば、デートナにデート表示はないわね。そうなんだ。キャリバーに合わせてデート表示に変更しなかったのも、ロレックスのデートナスタイルへのこだわりが感じられるぜ。手間がかかっても伝統は曲げないのね。その他にも、ロレックスは自社の基準を満たすため、キャリバー400を徹底的に改良して、50% 以上のパーツを最終的に製造してモディファイしているんだぜ。すごいわね。全部作っちゃえばよかったんじゃないの？自社製ムーブメントを乗せたい気持ちは、もちろんあったと思うぜ。なんでそうしなかったのかしら？エルプリメロを超えるムーブメントが作れなかったんだろうな。2000年に発売される、リファレンス116520まで待つことになるぜ。ムーブメントの開発は大変なのね。時計の心臓部だからな。リファレンス116520は、ロレックスの悲願を達成したモデルだぜ。ロレックスの関係者も嬉しかったでしょうね。歴史的モデルの割に、中古市場での相場は高くないから、どうしてもデートナが欲しい人にはおすすめのモデルだぜ。そうなのね。ただ、現行モデルを見慣れている人には、少しデザイン性に物足りなさを感じるかもしれないな。それは仕方ないわよね。認定中古でも思ったんだけど、5桁時代からロレックスを見てきた世代からしても、6桁とはデザイン性と高級感が数段違うと感じるぞ。販売価格も全然違うものね。だから認定中古が現行品より少し低い設定では、6桁からロレックスを知った人には高く感じると思うな。世代の壁みたいなものかしら？もちろん5桁には5桁の魅力があるけどな。そういう人は、いつ予約に当たるかわからない認定中古より、並行店で欲しいモデルを探すんじゃないかな？ヴィンテージやセミヴィンテージを探すならその方が早いわね。話がそれてしまったな。16520の話に戻しましょう。1988年当時の定価は、51万円だったぜ。そんなに安かったのね。40年近く前だから、今の物価とは比べられないけど、このデザイン性で51万円ならプレネになるよな。今見ても全然かっこいいわよね。ちなみに、他のモデルの定価も載せておくぜ。タイムマシーンで戻って買ってきたいわね。エクスプローラー1016が31万円で購入できるな。
私は、デイトの金無垢を買ってくるわ。霊夢の貯金じゃ当時の価格でも買えないぞ。うるさいわね。妄想するぐらいいいじゃない。ごめんだぜ。他の変更点なんかも教えてよ。ケースサイズも、37mm から 40mm に大きくなったぜ。現行まで続くサイズもこの時に決まったのね。防水性能も 50m から 100m になったのは嬉しいぜ。防水性は高いほど安心よね。風防も強化プラスチックから、サファイアクリスタルに変更されたな。傷がつきにくくなったのは嬉しいわ。プラ風防の良さもあるんだけどな。現行まで続く原型だってことが分かったわ。また、年代によって文字盤が違ったり細かな変更が多く確認されているモデルでもあるんだ。文字盤だけでも7種類もあるの？白と黒の文字盤があるから、14種類とも言えるな。まだまだ試行錯誤されていたのね。文字盤だと、フローティングダイヤルというのが有名だぞ。どこが珍しいの？コスモグラフが一段離れているだろ。本当ね。段落ちと言われることもあるな。段落ちの中でも、白文字盤に陶器のような、エナメル調で艶のある文字盤をポーセリンダイヤルと呼ぶぜ。ツヤツヤしてて綺麗ね。最初期のダイヤルにしかないから超希少なモデルなんだ。すごく珍しいのね。ポーセリンダイヤルの特徴としてはエナメル調で、乳白色のような色をしているぞ。文字盤のテキストにはコーティングのようなものがされてて、斜めから見ると影が浮かび上がって見えるんだ。お高いのかしら？ネットで調べてみたけど、2000万円オーバーだな。想像していたはるか上の金額だったわよ。希少性が高いから、欲しいマニアはいくらでも出すんだろ。それにしても高いわね。興味のない人からしたらそうだろうな。最初期のダイヤルだし、当時は希少性を言う人もいないから、オーバーホールで交換されてしまったことも多いかもしれないな。そういう人は悔やんでも悔やみきれないわね。当時は今みたいになると誰も思ってないからな。早くタイムマシーンを作ってほしいわ。過去から持ってきたら数が増えて希少性がなくなるぞ。他にも珍しいものはあるのかしら？黒文字盤でブラウンアイと呼ばれるものがあるぞ。何か違うわね。インダイヤルの色味がブラウンカラーになっているだろ。あ、本当ね。こんな色の文字盤もあったのね。もともとブラウンだったわけじゃないんだ。そうなの？経年変化でブラウンに変色してしまったんだぜ。最初は汚れに見えたでしょうね。劣化と判断されて交換されちゃったケースも多いかもな。何が価値に繋がるかわからないわね。本当だな。パトリッチダイヤルとして区別されているものもあるな。パトリッチ？発見者である時計研究家でアンティコルムの創業者、オズワルド・パトリッチ氏の名前から命名されたんだ。厳密には、マーク5ダイヤルで黒に近いインダイヤルを、パトリッチと呼んで、淡い茶色の場合はブラウンチェンジと呼んで区別がされているみたいだな。色々と細かい決まりがあるのね。評価額が大きく変わるから厳格な決まりがあるんだろうな。パトリッチもお高いのかしら？コミット銀座のホームページに掲載されてたのが1000万円オーバーだ。ポーセリンダイヤルほどではないけどお高いわね。この当時の定価が65万円ぐらいだと思うからすごいよな。うちの押し入れに眠ってないかしら？絶対にないと思うぞ。昔の時計は個性があって面白いわね。今の方が品質は安定していて良いのは間違いないけど、マニアからしたら、違いを探す楽しみ方もあるだろうな。マニア心をくすぐるわね。他にも、12時間積算系のインデックスが中心軸を基準にデザインされているため、数字の6が反転して9に見えることから通称逆6と呼ばれているダイヤルもあるぜ。細かすぎて、私なら見逃しちゃうわ。1995年頃から文字盤の上下を基準にしたデザインになって、正6に変更されたから、逆6はレアになってるぜ。自分の好きな一本を探す楽しみはあるわね。主なマイナーチェンジをまとめた表だ。年代ごとにブラッシュアップされていったのがわかるわね。最近、ロレックスに触れた人からすると型落ちで、古臭い感じがするかもしれないけど、5桁モデルには6桁モデルにない味わいがあると思うぜ。年齢層も高いから、昭和っぽさが刺さる人もいそうよね。焼けて枯れた雰囲気がかっこいいんだよな。特に16520は逸話も多いから魅力的なモデルだな。自社製ムーブメントを諦めているプリメロの搭載を決めた、ロレックスの判断もすごいことだと思うぜ。普通なら妥協して自社製ムーブメントを乗せるわよね。そんなロレックスのこだわりがファンを引きつけてると思うな。そうかもしれないわね。シリアルナンバーが P のオール1というゾロ目も存在するぜ。これはこれで珍しいわね。見えない部分だけど、マニアにはたまらないよな。今後絶対に実現しないトリプルコラボモデルも存在するぞ。それはレア中のレアじゃない？ロレックス、ゼニス、ティファニーのトリプルコラボだ。なんでティファニー？過去にはティファニーでロレックスが販売されてたんだ。そうなのね。
1950年代にアメリカで誕生したコラボレーションなんだ。ニューヨークのティファニーでロレックスの腕時計を購入した希望者が、文字盤にティファニーのロゴを刻印してもらえるサービスがあったみたいなんだけど、1990年代半ばまでで終わってしまったんだ。じゃあ、今はできないのね。だから、ロレックスが今後他社のムーブメントを載せることもないはずだし、今後実現することはないぜ。すごく貴重な時計に思えてきたわ。余談になるけど、昔からロレックスを知ってる人からすると、ティファニーのダブルネームは信憑性を疑われるけどな。それはどうして？ティファニーのダブルネームは昔もプレネがついてたから、悪徳業者が後からティファニーの名前を入れたんだ。そんなひどい業者がいたのね。もともと離断という言葉は、時計の文字盤を修復したり、再生する作業なんだけど、こういう離断ダイヤルが現れてきたことで、離断にネガティブな印象を持つ人が増えたんじゃないかな。偽物みたいに感じてしまうわよね。本来は文字盤の修復や再生をする技術なんだけどな。ヴィンテージはオリジナル性重視だから、それも影響してるな。修復すると価値が下がったりしちゃうのよね。金無垢モデルには、現存数十本以下なんてのもあるぞ。10本以下？それはすごいプレミア個体じゃないの？生産数も12本ぐらいで6本ぐらいしか残ってないらしいぜ。どうしてそんなに少ないの？ブルーダイヤルは、一般に販売されたわけじゃないんだ。売ってたんじゃないの？1990年頃にロレックスの関係者に、ダイヤルが配られたみたいだな。ダイヤルだけ？そうみたいだな。金無垢とコンビが存在するらしいぜ。ロレックスで働く幹部の人たちに与えられたみたいだから、ザ・チェアマン、ビッグブルーの愛称で呼ばれているぜ。いくらぐらいするのかしら？2021年5月に、クリスティーズ香港オークションに出品されたことがあったんだけど、落札額は、4600万円だったぞ。意外と思ったほどじゃないわね。ここ数年の金相場の高騰もあるし、現在ならもっと高額で落札されたんじゃないかな？購入した人は得したかもね。現存数も少ないから、将来は億超えじゃないかな？一度でいいから実物が見てみたいわね。現在の価格相場は現行品より安いんだけど、もっと評価されても良いと思っているぜ。廃盤モデルだから数は増えないもんね。今は資産目的で使わずに保管している人も多いと思うしな。将来的には状態の良い16520の方が価値が上がると思うぞ。購入するなら、今がチャンスかもしれないわね。そう思ってるけどな。今回の小話はいかがでしたか？憧れのエルプリデイトナを紹介できてすっきりしたぜ。少しでもチャンネルに興味を持ってくれた方がいましたら、チャンネル登録&高評価、よろしくお願いいたします。すごく励みになるので、よろしくお願いするぜ。動画の数も少しずつ増えてきましたので、まだ視聴していない動画がございましたら、もう一本視聴していただけたら、すごく嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。